とんでもないことが判明しました。チャース吉正です。今日は何をするのかというと、ダッシュコマンドを使ってエンジンのステータスとかを見たりとかしたいと思います。OBD のコネクタは運転席、このハンドルですね。ここにありますね。普段は OBD2 コネクタはこんな感じになってて、ここをパカンと開くような感じになってますと。Wi-Fi のインターフェースですね。今はもう Bluetooth 接続があるらしいんですけども、この当時は Wi-Fi 接続のしかありませんでした。エンジンの OBD2 の情報ですね。このコネクタを使って Wi-Fi で飛ばします。そして iPhone でその情報を拾って、ダッシュコマンドでいろいろ表示するというようなことができるという仕組みになっています。で、今、エンジンオンになってます。このスイッチをオンにします。5W の40で全合成油、このペール缶で1万円しないです。非常に安いです。前回もこれ入れたんですけど、特に不具合はないので、これをまた使ってみます。十分マックスまで来てるの OK ですね。フィルター変えてないので、6リッターで十分入りました。 OK です。キャップを閉めてエンジンかけてみましょうか。なんてこったまさかの電圧不足。バッテリーが上がってるんですけども、でジャンプスターターっていうようなものを持ってるんですけども、これも電圧が下がりきってて電源が入らないようになってます。はい、これを充電することから始めます。ブレーキパッドの残量を調べたいと思います。ブレーキパッドの残量を調べるときには、外さなくてもいいんですけども、わざわざ外してみようかと思います。その時には、まずこの金具を取ります。キャリパーの裏側を映してます。今真ん中に映ってるこれですね。これはブリダープラグか。これと、これが、キャリパー固定しているボルトですね。ここと、ここですね。センターのキャップを外すんですね。はい、裏側から見てます。これですね。ここにキャリパーのボルトがあります。7ミリアレンだったと思います。で、こんな変態なサイズはさすがに私も持ってません。なので T45 がそのまま代わりになるので、それを使おうと思います。これキャリパーの固定ボルトですね。これ外しました。そしたらキャリパーがもう動きます。はい、取れました。外したブレーキパッドこんな感じです。まだまだ大丈夫ですね。
20.4 ミリですね。24ミリあります。 OK です。5ミリぐらいありますね。 OK です。8.4 ミリ、8.4ミリが限界ですね。お水でここの長さ、ここの厚みを測ってみると、ボンネットの中にもここに、プラスの端子が来てます。ジャンプスターターの、プラスつなげました。電源 56% あるようです。マイナス適当なポルトにつなげます。電源も通ってますね。いきます。あった。オレンジの警告灯は消えてます。仮ナンバー付け終わりました。それではガソリンを給油して陸運局向かいたいと思います。今テスタ屋さん行って帰ってきたところなんですけども、とんでもないことが判明しました。